今日はですね、私の元部下であり、アクティビストの田畑慎太郎さんがメルカリ社に刑事告訴されたことについて、それが書類送検されたということについて解説したいと思います。田畑さんね、いつの間にかアクティビストになってて、ネット総会屋とか言われちゃったりとかして、今、書類送検されたってことで炎上しておりますが、どうやらメルカリの方が分が悪くて、彼が言ったことっていうのは、メルカリの、広報の人が経歴を盛りながら DEI とか、ダイバーシティがどうのこうのみたいな、そんなことばっかりやってなくて株価上げろよみたいな話が、株価実際下がってたんで、正直メルカリのアメリカ戦略大失敗してるのは、そろそろ社長も認めた方がいいんじゃないかなみたいなことを多分言ってたりとか、田畑さん非常にまともなことを僕の見方からすると言ってたと思いますし、実際にその広報の仕事が結構微妙で無能だっていうのは多分それはその通りだと思うんですけど、それで、警察署にそれで炎上して多分一社員の女の子なのかな、なので多分精神的には非常に辛かったんだと思いますけど、ある意味それは自分が招いた最悪というかですね、突っ込まれどころをウェブに、もちろんそれは上司からの命令だったってことで、彼女本人には罪はないっていう言い方もあるかもしれないですけど、やっぱり経歴持ったりとかするのはあんまり良くないなっていう、そういったところを田畑さんがついたことによって、それが白日のもとにさらされて、ネット炎上して多分精神的に参ってしまいました、だから警察に相談に行きますよみたいな話だと思うんですけど、これはちょっと僕もやりすぎだと思うし、言論弾圧につながる。だからこれ多分法令的には道端で歩いてる人たちにいきなりバカとか言ったりとかして罰金9000円とかそういう事例はあるみたいなんですけども、上場企業が一投資家、自社の株主である一投資家を訴えるっていうのはなかなか前例がないというか、これが侮辱罪に当たるのかどうかみたいなところを結構最高裁まで争われると思うので、非常に興味深い判例になるんではないかなというふうに思います。メルカリのね、山田さん結構炎上するんですよね。リアルバリューでも溝口とかに学歴マウント取ってきたんですか？俺もそこで早稲田で学歴マウント取んなよお前とかって僕は思っちゃったりとかしたんですけど、僕からすると、僕らの受験の時って受験する人もすごい人数も多かったし、競争激しかったんで、正直その頃の偏差値基準で言うと全然月とすっぽんみたいな感じだったんですけど、東大と早稲田とかっていうと、それでよく学歴マウント取れんなとかって僕は思っちゃったりとかしたんですけど、それは置いといて、あと僕山田さんにはライブダ事件の直後にも結構あいつのせいでベンチャーの市場が冷え込んだみたいなこと言われて、いやそんなこと言われてもなみたいな、フジテレビの日枝さんの支援で僕は徹底的に調査されて、ありもしない罪でっち上げられて、強制捜査入れられて、無理やり有罪にさせられたみたいな感じだったんで、お前がそれ言うなよとかってイラッとしたから、その時から結構関係は良くなかったんですけど、ベンチャー界隈の人が仲裁なのかな、すいませんでしたって山田さん詫びを入れてきたんですけど、山田さんそういう性格なんだと思うんですよね。ついついネット弁慶みたいな感じでネットで吠えるというか、やっぱりそこそこ成功してる日本のベンチャーなんで、メルカリをリスペクトしてる後輩の経営者たちとかには割と持ち上げられたりとかしてたりもするんで、実際お金持ちだし成功されてると思うんですけど、こんなことで田畑を刑事告発して刑事告訴して書類送検されましたどうやみたいなプレスリリースを出すのはどうかなと思います。警察ってちゃんとした弁護士がついて、ちゃんとした告訴文みたいなのが送られてくると捜査しなきゃいけないんですよ、これ絶対基本的には。わけわかんないのは、ちょっとした恨みからそういう侮辱罪とかやられたのも大変だから、警察は結構弾いてるんですけど、いやこんなんじゃ多分有罪にならないですよみたいなことを言って弾いてんだけど、しつこくお金をかけて弁護士でって来たら、もう受けざるを得ないんですよね。で受けざるを得なくて、そこで捜査もしなきゃいけないんですよ。で捜査をしたら基本的には検察庁に判断を委ねなければいけない。それを書類送検と言います。ただ身柄を拘束される、いわゆる逮捕される事案と、比べてせいぜい罰金刑ぐらい1年以下の
拘禁刑ぐらいな感じなんで、しょんべん刑って言ったらあれなんだけど、大した罪じゃないんで、身柄はもちろん拘束されないし、書類送検は絶対しなきゃいけないし、で、多分その時に警察は意見をつけてるはずなんですよね。これはもう絶対起訴してくださいみたいなのから、これはもういいっすよみたいなものまであって、おそらく今回の件っていうのは検察に処分を委ねますぐらいな感じなんで、有罪か無罪かっていうのは半々ぐらいかなっていうふうに思います。上場の企業が一個人のアクティビストをこういう形で訴えるってのはちょっとやりすぎなのかな。でも社員が多分病んじゃってるんで、これはやらざるを得ないみたいに多分経営陣を判断したんじゃないかなと思いますけど、ちょっとやりすぎかな、山田さんやりすぎかなって僕は思いましたということで、田畑さんの書類送検について解説させていただきました。いってらっしゃい。